皆さんおはようございます。3日目の朝、静かでよく眠れましたね。今日もいい天気で朝日が眩しい。撤収作業をして出発です。南紀串本リゾート大島、いいキャンプ場でした。ありがとうございました。3日目の今日はここ和歌山県串本町を出発し、紀伊半島の西海岸を北上。寄り道をしながら京都府向日市の快活クラブを目指します。まずは昨日行けなかった本州最南端潮岬に10分ほどで到着。開放的でいいところですね。バイクを止めて散策です。ここでキャンプはできないみたいですね。正真正銘最南端でキャンプできそうだと思ったのですが、見えてきましたね。本州最南端の石踏みです。良い記念になりました。綺麗な海。朝からいいものが見れました。それではここからは紀伊半島を北上。次の目的地は北西に約 60km 白浜町の千畳敷です。ということで国道42号線に合流し、気持ちよく海沿いを走っていきます。30分ほどで須佐美町に、紀勢自動車道でさらに北上して南紀白浜出口で降ります。南紀白浜は今日が初めて。白良浜はバイクから眺めるだけになりそうですが、それでもちょっと楽しみです。そして早速の南国間。観光地特有の空気に当てられている間に千畳敷に到着です。下まで降りようかと思いましたが、面倒くさくなりました。少し休憩したところで次は白良浜を見に行きましょう。果たして白いのか、期待をしつつ走っていくと、いきなり左手に現れたのでびっくりしましたが、これが有名な白良浜ですか。一瞬しか見れませんでしたが、眩しいくらいに白かったですね。駐車場を探すのが大変そうなので今回は素通りです。なんて思っていたら面白い形の岩が。あの真ん中通ってみたいですね。さてここからは再度高速に乗って大阪方面に。今度は有料です。次の目的地は北に約 100km 和歌山市の離島友ヶ島です。前からずっと行ってみたかったんですよね。
みなべ町。御坊市を通って10時になる頃には和歌山市に。ここで高速を降りるのですが、予期せぬ問題が。昨日調べた時はここから友ヶ島行き乗船場までは30分ほどで行ける予定だったのですが、今の時間帯は混んでいるらしく1時間近くかかるよう。11時の船には果たして間に合うのか、かなり怪しくなってきました。走行しているうちに出港まで残り15分を切り、港の看板が出てきた時には残り6分。間に合え。この右手の駐車場ですね。なんとか到着なのですが、先払いの有料なんですね。ここでの時間ロスは痛い。駐車場のおじさんに間に合うかわからないけど行ってみなと言われ、カメラを切ることも忘れ船着き場に走ります。間に合いませんでした。ほんの数分の差で乗れたと思うのでショックですが、12時には臨時便があるみたいです。助かりました。近くを散歩しつつ時間を潰しましょう。乗船券は事前に買えたのでお昼を探して散策中。近くのお店でお昼ご飯をゲットです。ということで港に戻り揚げパンを食べていたのですが、不覚にも隙をつかれトンビにパンを取られてしまいました。まだ一口しか食べてなかったのに。気配が全くしていなかったので完全に油断してましたね。さて乗船時間、揚げパンのことは忘れましょう。出港です。船内には結構な人が。20分ほどで友ヶ島に到着。そして上陸です。着いたものの順路が分からず戸惑う人が多そうでしたが、桟橋左の道からが正規ルートのよう。緩やかな坂を登っていきます。一見普通の山道ですが、どこか島独特の雰囲気があります。10分ほど歩いてついに砲台跡の前まで来ました。レンガのトンネルをくぐってこれはすごい。明治時代に防衛拠点として建てられたレンガ造りの建物は自然と合わさって幻想的ですね。それでは階段を降りて砲座を見に行きましょう。綺麗だなと感じつつも少し哀愁も感じますね。
その後は展望台から景色を眺め、時間が余ったのでメインのルートから外れ、少し寄り道。旧海軍長音所跡に向かいます。しばらく何も案内がないので不安になりましたが、無事到着。ここで潜水艦の音を監視していたんですね。レンガがむき出しになっていて、なかなか雰囲気があります。誰もいないのでちょっと怖くなってきましたね。戻りましょう。島の西端にやってきました。ちらっと見えた灯台に四五線広場、この先これなのか。向こうみたいですね。記念に東経135度をまたいでいきます。最後に第二砲台跡を観光して友ヶ島観光は終了。2時間で大満喫です。友ヶ島、ありがとうございました。友ヶ島、良かったですね。しかし揚げパンを取られたことでお腹はペコペコ。大阪方面のご飯を食べられる道の駅に向かいます。控えめな大阪府の看板を通って大阪に突入。船着き場から20分ほどで道の駅三崎に到着です。さて、遅めの昼ご飯を。席からの景色もよく、たくさん歩いて疲れた体力が少し回復です。ありがとうございました。その後は給油を挟んでから京都方面に向かっていくのですが、快活クラブに行く前に1カ所だけ寄り道を。向かう先は関西一の国道とも呼ばれるかの有名な暗刈峠です。高速道路で大阪の市街地をパスして順調に進んでいるはずでしたが、違う方向に進んでしまい高速を乗り直し、今度は渋滞ですぐに高速を降りることになり、大阪の道路に四苦八苦しながらなんとか進み続け、18時過ぎ、なんとか暗刈峠の手前までたどり着きました。ここまで来るのに少し時間がかかりましたが、なんとか暗くなりきる前に峠を走破しましょう。なんて言っているうちにこの辺りからが暗刈峠。
住宅街からシームレスに峠になるんですね。まだ序盤ですがかなり急です。対向車、なかなかにスリリングです。原付きすごいな。さていよいよ一番の難所。急すぎて足をついてしまいました。とんでもない坂道です。エンジンが焼けるような匂い、溝でスリップするタイヤ。間違いなく今までで一番の国道です。そしてなんとか走り切って石畳に暗がり峠頂上に到着です。疲れたと思っていると、どこからともなく軽バンに乗った地元の方に声をかけられ、少しお話しした後に暗がり峠のパンフレットをもらいました。そしてよく見るとこれ2018年のではありませんか。不思議な体験でした。パンフレットをもらったところで記念写真を。なかなかいい絵が撮れましたね。夕暮れ時も悪くないです。それではいざ下りへ。反対側はどうなっているのか。こっちも急です。ただ道幅がある分気持ちはちょっと楽。とはいえ2速に入れてもスピードが上がっていくので肝を冷やしました。しっかり積載したバイクで安易に来るところではなかったですね。ちょっと反省です。なんとか下って住宅街に。街の明かりがとても安心します。峠越え無事に奈良まで来れて本当に良かったです。その後は北上して京都方面に。快活クラブの予約の時間まで余裕があったのでお風呂に。そして9時前、京都府向日市の快活クラブに到着です。久々に室内で夜を明かせます。3日目、お疲れ様でした。おはようございます。朝日が眩しい良い天気ですが、今日でツーリングも最終日。今日は京都で1カ所だけ観光してから琵琶湖の西側を通って金沢に戻ります。かなりあっという間の4日間でしたね。京都で見ていくのは本利休二条城。こちらも日本百名城。20分ほどで二条城の駐輪場手前まで来たのですが、裏手から案内されてしまったためエンジンを止めて駐輪場まで押していきます。こういう時に軽いバイクは助かります。なんとか枠内に収めたところで見学の前に朝ごはんを食べに行きましょう。
普段めったに行かない喫茶店で朝からテンションが上がっていますが、そのままに上々の見学です。チケットはネットで事前に買っておくと並ばなくていいので便利です。それでは二の丸御殿へ。ここまで内装が忠実に再現されているお城は初めてだったので勉強になりました。さすが徳川家の御殿、園内床とっても綺麗ですね。1時間ほどで見学は終了。とても見応えがありましたね。ということで、ここからは頑張って金沢まで走っていきましょう。五街道路で北上して琵琶湖沿いを走り、12時過ぎ休憩がてらちょっと寄り道、牧野サニービーチ、湖のテラス、ここで撮られたバイクの写真をよく見ますよね。琵琶湖にはもやが。ちょっと幻想的です。多分バイクの写真はこの通路、このアングルで撮られてますよね。ここまでバイクを持ってくる元気はないので合成しておきましょう。落ち着いたいいところでしたね。その後は北上して福井県へ。敦賀からは北陸道に乗ってさらに北上。水津サービスエリアでちょっと遅めの昼食をとって、さらに北上して石川県加賀インターチェンジに。ようやくここまで戻ってきましたね。そこから1時間ほどで金沢市に。想像していたよりもかなりハードな4日間でしたが楽しかったですね。ということで今回の紀伊半島ツーリングはここまで。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。